皆さんこんにちは、持田あかりです。海の音がうるさいこの動画ではじゃーん、こんな感じのビーチサンダルに編み付ける作品の制作過程をご紹介していきます。こちらはニットマルシェに作品の編み方が掲載されているのですが、その作品が出来上がるまでをこちらの YouTube の動画でお届けしていきます。ぜひ最後までお楽しみください。それではスタート。海きれい。簡単で可愛い春夏らしいテーマのものというオーダーを受け、いろいろな作品を考えたのですが、今回は春夏を楽しめそうな可愛く履きやすいサンダルが作りたいということで、ビーチサンダルを作ることにしました。やってきたのは新宿岡田屋本店さんです。とにかくたくさんの糸があるので、いろいろな糸を見ながら作品のイメージを膨らませていこうと思います。まずこちらは浜中のアメリー。私がいつも愛用している糸で、空張りが豊富、太さもちょうどよく軽いという非常に使いやすい糸です。いろいろなお店で購入できるので手に入りやすいところも気に入っているポイントです。こちらは浜中のウォッシュコットンです。洗えるコットンということで、事前に調べて候補に考えていました。ラメ入りがあるので、ラメが入った糸で編むのも夏らしくて可愛いなというふうに思っていました。すごくツヤがあってめちゃくちゃいい糸です。こちらは DMC のナチュラです。色がすごく夏らしくて可愛いなと思って思わず手に取りました。ターコイズみたいなこんな色もすごく素敵ですね。こちらはオリムパスのシャポットです。ラフィアっぽい糸なのかなと思っていたのですが、これはコットン 100% ということで、夏らしくこんな糸を使ってみるのも面白いかもしれません。オリムパスさんの最近の糸はすごく色合いが良くてとても気に入っています。この糸もいつか使ってみたい。こちらは浜中のポームです。色合いがすごく可愛いし、手触りも良く、一玉も小さいから気軽に買えるので、最近気に入っていて作品に使うことも多いです。ベビー用の糸ですが、赤ちゃん用品以外にももちろん使えます。今回はサンダルにつけるので使えませんが、こんな感じのたわしやんもやっぱり可愛いですね。キラキラ光っている感じで夏にぴったりの糸です。岡田屋さんにはたくさんの空張りがありました。こちらはだるまの笹和紙と笹和紙フラットです。ナチュラルな色合いもすごく可愛いんですが、赤とか緑とかはっきりした色がすごく可愛くて思わず手に取ってしまいました。とっても可愛い。
悩んだ時にいつも助けてくれる、こちらはパピーのクイーンアニーです。手触りが最高だし、空張りがとにかく豊富で、困った時にはいつもクイーンアニーを選んでしまいがち。こちらはサワダイットのナイリーです。チュールのような軽い感じの素材で、しかもグラデーションに染まっているので、すごく可愛いなと思いました。これだったら一色で編んでもすごく華やかな仕上がりになりそうです。と、いろいろ見てきたのですが、悩みすぎて結局こちらのわんぱくデニスを購入しました。わんぱくデニスはウォッシャブルで洗えるタイプの糸なんですが、太さもちょうどよく、値段もそれほど高くなく、手に入りやすいということで、実は最近私の中で気に入っている糸です。で、今回は鮮やかめな色にしたいというところもあり、とりあえず一玉こちらを購入してみました。どうなることかどうなるのかちょっとわからないですけど、とりあえずこれを買って帰りました。さあ、ここからは出版社の方に見ていただくデザイン画を描いていきます。こんな感じの作品で、こんな糸を使ってこんな色ですよみたいなことを伝えるために、イラストとか写真とかを使って表現していきます。本当はデザイン画を描く前に試し編みをしてみて、それから考えようと思ってたんですけど、シーズンオフすぎてビーチサンダルを購入することができずもうこれはぶっつけ本番で行くしかないということで、いきなり今回はデザイン画を描いています。まずはインターネットでちょっと調べて、何色のビーチサンダルにしようかなというのを決めた後、使う糸とその色を選びながらデザイン画を描いていきます。私は結構デザイン画を描きながらデザインを考えることが多いので、ここでいろいろ調べたりしてデザインが変わったり変わらなかったり、悩んだり悩まなかったりしていきます。はい、案の定何かを悩み始めてカタログを見つめたりしておりますデザイン画を描いているのは普通のパソコンの絵を描くためのソフトで、特に特別な何かを使っているというわけではありません。普通に絵を描いてイメージを膨らませて描いていきます。なんかパソコン周りがやたらとごつくて、すごいパソコン使ってんなみたいに思われるかもしれませんが、実はこれは家族が趣味のために買った道具がほとんどで私は家族のものを借りパクしながら活動しています。こんな感じでデザイン画が完成いたしました。前回毛糸を買いに行って、このわんぱくデニスを使おうと思って途中までこれで考えてたんですけど、なんかふと夏なのにウールが入った毛糸はちょっと暑苦しいのかもしれないという気がしてきて急遽コットンの毛糸に変えようということで、カタログを見ながらちょっと選びました。はい。で、結局この浜中ポームベビーカラーを使ってみようかなと思ってます。というわけで一旦これが完成したので、編集部の方に見てもらってどうかっていうのをまたご相談していこうと思います。さて、ここで息抜きに糸間に行った時の映像をお届けいたします。糸間というのは日本防具社さんが主催されている毛糸好き、編み物好きのための糸のマーケットでございます。日本防具社さんの中で行われております。今回初めて行ったんですけど、もう熱気が
すごくていろんな毛糸屋さんいっぱいあって、もう可愛いものだらけだし、着てる人もみんな可愛いセーターとかショールとか着てて、もうなんかどこを見ても可愛いみたいな感じで、かなり編み物熱が上がるイベントでございました。防具社さんの雑誌も売ってます。ニットマルシェもありました。こんな感じで結局エコバッグいっぱい買い物しちゃいました。ビーチサンダルと選んだ毛糸が届きました。どんなものを選んだかご紹介していきます。まずこちらはシンプルなビーチサンダルです。色は青にしてみました。いろんな種類があってどれにしようか悩んだんですけど、この部分がなるべく平らな方が綺麗に仕上がるかなと思ってこれを選びました。ここの部分が天然ゴムになっているタイプのビーチサンダルです。ここに細編みでこうぐるっと編んでいって飾りをつけようかなと思っています。そして2つ目は厚底のビーチサンダルです。こんな感じ。ちょっとデザインが違うものも作ってみたいなと思って厚底を選びました。こっちの厚底の方にお花のモチーフをつけて飾りをつけていきたいと思っています。色はゴールドというかベージュというか、そんな感じの色です。そして毛糸はこの浜中さんのポームオーガニックコットン 100% ベビーカラーにしました。色は鮮やかなものがいいなと思っていたので、その点でもすごく可愛い色が揃っているのでいいなと思って選んでいます。こんな感じで材料が揃いましたので、ここからは実際に編みながらどういう風に作っていくかっていうのを決めていこうと思います。こんな感じで1回目の試作品ができました。ほぼイラストで描いた通り、予想通りの、編み方で編むことはできました。見た目も結構可愛くできたかなと思って、おおむね満足って感じなんですけど、この部分がもうちょっと長くこの辺まであった方がやっぱり可愛かったかなっていうところと、このゴムの素材が結構グリップ力があって編み付けるのがすごく難しくて、もうちょっと綺麗に編みたいなという気持ちもありつつという感じなので、これはこれとして一旦置いておき、2回目の試作をしてみようかなと思います。普段の作品だったらこうビーチサンダルとかこういう素材はないので、作品だけ編んでダメだったらほどいてやり直すみたいな感じなんですけど、今回はビーチサンダルで、もう片方がありますので、もう片方のこっちに編み付けながら1回目の試作品の改善点を改善しながら編んでみたいと思います。でこっちがうまくいったらこの1回目のはほどいてもう1回編み直すっていう形にしようかなと思います。2回目の試作品が完成しました。こちらが2回目に作った方です。この部分が少し長くなっています。こちらの方が可愛いかなと思うので、これで出来上がりにしようと思います。なのでこちら側は一度ほどいて、左の足と同じように編み直したいと思います。ではサンダルに糸をつけていきます。まず結び目を作ってかぎ針に糸をつけていきます。
結び目ができました。結び目ができたら一旦これを針から外して休ませておきます。そしてサンダルのこのバンドの下に針を通します。この状態で先ほどの結び目を針に戻します。こんな感じです。針に戻したらこの結び目を針の先にかけてバンドの手前に糸を出してきます。そして針に糸をかけてループから糸を引き抜きます。これでサンダルに糸がつきました。糸をつけたら少しこの根元の方に場所を移動させます。場所を移動しました。あとはここに細編みを編んでいきます。糸端は余裕があれば編みくるむと良いと思います。バンドの下から針を入れて針に糸をかけます。そして手前の方へ引き出してきて糸をかけて引き抜きます。これで細編みが1回編めました。もう一度やってみます。バンドの下から針を入れて糸をかけます。手前の方に引き出してきて糸をかけて引き抜きます。こんな感じで細編みを編んでいきます。このまま糸を切らずに2段目を編んでいきます。2段目を編み終わりました。次にこの人差し指と親指の間の部分、ここに、糸をつけて細編みを編んでいこうかなと思います。やり方はこのバンドの部分に細編みを編んだ時と同じです。まずは糸をつけて一旦外しておきます。そしてこの部分に針を入れて糸を戻します。はい、糸を戻したらこんな感じで引き出してきて糸をかけてループから引き抜きます。これで糸がつきました。で、ここに細編みを編んでいきます。こんな感じで細編みを編み終わりました。
では次に厚底のタイプの方も編んでいこうと思います。やり方は全く同じで、まずはバンドの部分を編んでいきます。こちらのサンダルの方がバンドの部分が細かったので結構編みやすくてスムーズにいきました。あとなんかこの厚底サンダルが海外から輸入されたものっぽく、なんかすごくフローラルな香りがして編んでる最中ずっと何かのフローラルみたいな香りがしてすごくなんか楽しかったですでは次に飾りのお花を作っていきたいと思います。今回はですね、お花の真ん中の部分を黄色ではなくて、あえてこのカラフルな鮮やかなオレンジ色にしてみることにしました。黄色が、セオリーというか、真ん中黄色にすると何色にでも合うので、私は結構真ん中黄色が好きなんですけど、あえて今回はこのオレンジを真ん中にしてみようと思います。こっちの方がなんか鮮やかな感じというか、南国な感じというかそう、今回ちょっとリゾートっぽい雰囲気も出したいなと思ったので、あえてこのオレンジを真ん中にしてみようかなという作戦で今進んでいます。で、ただ編んでみないとわからないところが多いので、とりあえず一回試作品を編んでみて、それで決めようかなと思います。じゃあ早速一回編んでみようと思います。試しに一つお花編んでみました。こんな感じなので、おおむねサイズ感は良さそうですけど、もう一種類ぐらい編んでみて比べてみようかなと思います。もう一つお花を編みました。右側が最初に編んだ方で、左側が新しくもう一個編んでみた方です。大きさを少し大きめにしたのと、この花びらがぷっくり浮き上がったような形になるように編んでみました編んでみました。最初の方はこう平面のフラットな感じなんですけど、もう一個編んでみたのはこういう感じでちょっと膨らみがあるようなものになります。どっちがいいかな。そうですね、せっかくこの縁編みがあるので、これをちょっと見せたいので、こっちの方が縁編みの良さも出るかな。でも大きくても可愛いかな。そうですね、でも縁編みを見せたいので、こっちの最初に編んだ小さい方にしていこうかなと思います。ではいろんな色でちょっとお花を編んで、最後にここにつけていこうと思います。こんな感じで何個かお花を編みました。こんな感じです。この編み付けた部分に縫い付けるのかな、どうしようかな縫い付ける感じで作っていこうかなと思っています。はい、こんな感じ。大きさも小さい方でちょうど良かったのかなという印象です。今のところ順調です。で、このサンダルはちょっとここにねマークがついてて、ここが隠れなかったので、お花でちょっとこう隠せたらいいなと思ってます。ではこのお花たちを糸始末してからここにつけていこうと思います。お花の糸始末が終わりました。こちら側はもうすでにモチーフをつけてあります。こんな風にモチーフをつけていこうと思います。
ではモチーフの付け方を説明していきます。今回はとじ針と糸を使って、縫っていこうと思います。とじ針にだいたい20センチから30センチぐらい糸をカットして通しておいてください。でまずビーチサンダルの方はこの編みつけてある糸の部分をすくってつけていこうと思います。そしてお花の方なんですが、この真ん中に本当は縫いたいんですけれども、この真ん中が細編みで編まれていて結構カチカチで針を通すことができないので、花びらの両側この2箇所で留めていきたいなと思います。ではやっていきます。ではまずビーチサンダルの方に針を入れていきます。この編みつけてある部分にこんな風に2目か3目分ぐらい通すと良いと思います。今回は2目分針を通していこうと思います。糸端が10センチぐらい残るところまで糸を引きます。次にお花のモチーフを裏返して花びらのこことここ2箇所に針を入れていきます。でこの時表側に響かないように裏側の糸をすくうような感じで針を通していきます。で今こちら側に通したので今度は反対側の花びらに通していきます。下から上に通したので今度は上から下に通します。こんな感じです。そうしたら今通してきたこのビーチサンダルのこの部分とお花の2箇所、ここをもう一度同じように針を通します。この糸はまだ引き締めなくて緩んだ状態で大丈夫なので同じ要領で針を通していきます。同じ場所に2回糸を通しました。そうしたら針を抜いてこの2本の糸端を少しずつ引っ張って緩んでいるこの部分を引き締めていきます。あまりきつく引きすぎてしまうと花びらの部分が引っ張られてお花が歪んでしまうので、そこまでギュッと引っ張らなくても大丈夫です。糸が引き締まってこんな風にお花のモチーフがこの場所につきました。あとはこの2本の糸端を2回結んでから短くカットするのですが、すべてのお花を付け終わってから結んでカットするのがおすすめです。ちょっと位置を調整したいなと思った時、この状態だったら簡単に外すことができますが、ここが結んであると外すのがかなり大変になってしまいます。なので、つけていくうちに位置を調整したりする可能性がある場合はこの状態で一旦ストップして次のモチーフをつけ始めるのが良いと思います。全部のモチーフをつけ終わってバランスが良さそうだったら糸端を結んでカットしてください。全部の糸をカットして完成しました。こんな感じで完成しました。
デザイン画を描いた時に思い描いていたイメージと結構近く出来上がったなと思います。この真ん中をオレンジ色にしたところがやっぱり気に入っています。ちょっと常夏みたいな感じで可愛いんじゃないかなと思います。あとこのね指が入る部分も毛糸をつけてあるので、靴ずれというかここがね擦れて痛いなっていうことよくあると思うんですけど、そういうのを予防する、それが良くなるっていう点でも実用性があるし、なんかいいんじゃないかなというふうに思っております。というわけでサンダル2つが完成いたしました。ほぼデザイン画の時にイメージした通りに出来上がってよかったなと胸をなで下ろしております。初めてこういう風に作品を作る過程を Vlog でお届けいたしましたが、少しでも何か楽しんでいただけたり参考になる部分があったら嬉しいなという風に思っております。この作品の編み図は2026年3月16日発売のニットマルシェに掲載されます。編み図はニットマルシェをご覧ください。今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またねー。